ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRN スザク、超低価格化が推し進められる、現在の中華低価格イヤホン界隈の台風の目の一つ、平面駆動系イヤホンの中で、12mm クラスのドライバーとしては最低価格を誇る、TRN が新しくぶっ込んできた、低価格平面駆動機だ。平面駆動機はここ数年、大きな動きを見せているジャンルで、3万円クラスのケンハイファイ P シリーズで一度価格破壊が起き、1万円台中盤クラスの S12、武則10、パマックスなどがさらに続いた。さらに、最近では、一般的な円形ではなく、正方形の低価格平面駆動ドライバーが出現していて、1万円を大きく下回る、セレストガミホ、パンダモン、そして TRN の原部などが登場してきてるな。原部は現状最低価格の平面駆動機なんだけど、高音域の補正に BA ドライバーを必要とするハイブリッド型なので、純粋な平面駆動機ではなく、ハイブリッド型として扱うと、このスザクが、単体で平面駆動ドライバーを使って音を作ってるイヤホンとしては、現在史上最安となる。一応、KZPR1 シリーズが、発売当時は1万円くらいだったんだけど、発表直後にプロを発売するとかいう、いつもの KZ 有料オープンベータテスト仕草を発動されたことにより、実税価格ではこのスザクに近い価格で販売されているな。このスザクを発売している TRN ブランドとしては、初の平面駆動イヤホン、TRN キリンが1万円台前半で登場し、やはり同期のイヤホンたちより一回り安い価格で販売された。大体この手のメーカーは、最初にそのタイプのドライバーを使った時に、全体のバランスより、そのドライバーの特性を力強く表現する傾向があるんだけど、キリンはその傾向通り、TRN っぽい高音域が非常に鋭いバランスで登場したので、TRN っぽさが好きな人向けなイヤホンに仕上がっていた、という印象だな。続けて、TRN 原部が登場。こちらもキリンに近いバランスで、かなりグリグリと TRN っぽさを押し付けてくるタイプのイヤホンだ。こちらは1万円どころか4000円程度で購入できるイヤホンなので、楽しいし、やろ、ってな感じでおおむね好評だけどな。標準付属の TRN-T イヤーチップスというイヤーピースが悪さをして、高音域が特別マッシブになってるので、チップスから付属の標準イヤピに変えて聞くと、程よく感じると思うぞ。というわけで、すでに TRN は3つ、平面駆動系のイヤホンを発売している。その中で、初の平面駆動機、キリンの半額で発売された、誰でも買える、ピュアな平面駆動機、というのが、このスザクのポジションだ。12mm の大型平面駆動ドライバーを、突っかかりのない滑らかな本体に収めた、TRN スザクは、並べてみると、シルエットがキリンと同様のものであることがわかる。TRN 平面駆動イヤホンの先輩、キリンの設計を結構流用してるんだろうか？ただし、見た目の印象が大きく変わっている通り、構成素材は大きく変更されてる。金属製のフェイスプレート、そして樹脂製の本体だ。この価格帯のお手頃イヤホンの基本形みたいな構成だな。キリンは本体が全金属製で、フェイスプレートの装飾部が樹脂製だったので、まるっきり入れ替わった形になるぞ。イヤホンのリケーブルに用いられる端子は、いつもの通り QDC タイプ。付属ケーブルは、取り回しと音質のバランスに優れた、TRN のプラグ交換可能なタイプだ。ただし、今回はコストを優先したのか、プラグは最初から 3.5mm のもの1本だけに絞られてる。過去のプラグ交換ケーブルが付属する TRN は、必ず交換可能なモジュールが全て付属したんだけど、今回はバランス接続するためには、TRN から別途 2.5 または 4.4 のプラグを購入する必要があることは覚えておこう。付属ケーブルは普通に扱いやすく、また対抗性なんかも心配なさそうな4芯ケーブルだ。音質的にも不満がないので、そのまま使うことができるぞ。ケーブルに関しては TRN は一時期ケーブルやと誤解されるくらいに一気にアップデートした試算があるので、他の低価格ブランドに比べて優勢に立てている印象があるな。装着感が良く、このタイプのイヤホンとしては最低価格ながら、付属品、本体ともに質感は良い。外見で見れば、スザクはこれだけでも十分なイヤホンだ。あ、そうそう。今回も、イヤーピースは、M サイズのみの TRN-T イヤーティップスが標準装備。このイヤーピースは、イヤホンの高音域から中高音域の分離感を強烈に変化させるもので、特に、ちょっと音が眠ためのイヤホンと組み合わせると、劇的な効果を発揮する。ところで、TRN のメーカーキャラクターってどんな感じでしたっけ？解像度系だね。つまり、バトル漫画における、もっとパワーがあればあいつを倒せるのに、状態なのに、スピードキャラとスピードキャラが合体するようなものだ。評価ポイントはそこではない。よっぽどのスピード系感触サウンド狂いでなければ、基本的には標準イヤーピースが程よく感じると思う。運転中スピード出しすぎるとろくなことにならんのだ。
ほとんどの人には、せっかくのアップグレードイヤピ、DRN ティアーキップスは、お水が飲みたいって言ってるのに延々とパッサパサのパンを追加で口に詰め込まれるような行為なので、箱出しで高温過に陥ったら、まずはイヤピを変えてみよう。ちなみに、ここまでの TRN 原部、TRNMT4、TRNTA3、そしてこのスザクと、自慢の TRN ティアーキップスを1個おまけしてくれてるんだけど、今のところ MT4 以外で効果的に作用した記憶がない。強く生きてほしい。TRN ティアーキップスは、TRN 以外のイヤホンに組み合わせると進化を発揮するタイプのイヤーピースだと思うので、真心に感謝しつつ情け容赦なくもぎ取ろう。さて、そんなわけで、TRN ティアーキップスをもぎ取った状態のスザクについて、音質を聞いていこうか。スザクは、先にデビューしたキリンを基本的に踏襲している、と言ったんだけど、金属製の外装が変化していたり、平面磁気ドライバのサイズも大きく変わっていたりする。さすがにここはコストの影響があるようで、TRN キリンは、最大級の 14.5mm、対して、スザクは 12mm だ。低価格化されたユニットがこのサイズなのかもしれない。14mm オーバーのキリンのサウンドは、結構極端で、低音もこなせる、高音もこなせる。ただし、ドンシャリがかなり意識されたバランスで、かつ、アルミ製の硬質な金属ハウジングの響きが合わさって、かなり攻撃的かつ個性的なサウンドだった。TRN 波動のイヤホンも基本的には金属質かつ硬質なバランスを選択することが多いので、このスザクも平面駆動の入門機、というには、ちょっと鋭いサウンドになるのかな、と考えてたんだけど、めちゃくちゃ鋭いバランスだ。中高音域なんかの機械的にすら感じるバッキバキのディティールは、まごうことなき平面駆動機、ちょっとやりすぎなくらい。あ、写真撮影用に TRN キップスがつきっぱなしだった。またキップスくんを容赦なくもぎ取って、通常のイヤーピースで聞くと、ちゃんとしてる。程よく平面駆動してて、低価格で平面駆動を入門したい時には、原部を買っておけば間違いないって感じだな。高中低音がバランスよくまとまっていて、変に空間表現なんかも付与されていないので、実に真っ当な、程よく調整された平面駆動イヤホンとしての味わいを体感することができるぞ。高音域が若干柔らかく、平面駆動機だからこなせるここら辺のシャープさが強く出てない印象があるので、より高純度なケーブルに変更するか、イヤピを悩むことで、より最適なバランスを出すことができそうだ。中音域は若干ウォームで聞き取りやすい、が、中高音域あたりのきちんと仕分けされてる感じは、ちゃんと平面駆動やってる印象があるな。ただ、それほどここの印象も強く出てこないので、あんまり個性が出しゃばってこないイヤホンが好きな人におすすめだ。個性バキバキが欲しかったら TRN キップスくんをもう一回装着してあげると良い。低音域は若干少なめながらも、ちゃんと出てる。より強力な低音が欲しい場合、ダイナミックドライバ型か、KZ 系の平面駆動機に行くのが良いだろう。明らかに低音の太さがスザクより印象的だ。平面駆動機でよく取り上げられる、はっきりとした空間表現なんだけど、イヤーキップスだと強烈に意識させられる。標準イヤピだと若干落ち着いて標準的な空間に感じるかも。イヤーキップスと標準イヤピの中間くらいのイヤピがあれば、程よいバランスになるのかもな。そんなわけで、スザクは平面駆動イヤホンとして、よくまとまっている。付属イヤピのせいでとんでもない性癖とガリネズミに感じるかもしれないけど、普通のイヤピと合わせてあげれば、むしろ若干おとなしいくらいの、長時間聴いていられるタイプの秀作だ。個人的には、標準イヤピとナイス HC 系レッド AG ケーブルの組み合わせくらいのバランスが、一番平面駆動っぽさと普通感の両立ができてておすすめだな。リケーブルはこういう微調整の時に役立つな。さて、そんなわけで、スザクがウルトラおすすめです。おしまい、と締められればいいんだけど、このスザクには、同価格帯のライバルが主に2シリーズ存在する。自社のライバル、TRN 原部 1BA と正方形平面駆動と、より大型のドライバーを持つ、KZPR シリーズだ。スザクは、バランスよく行儀が良いタイプのイヤホンなんだけど、似たような選択が KZPR1 ハイファイ、付属の T やキップスと組み合わせたスザクは、PR1 ハイファイよりバキバキの改造感を持っていて、逆に標準イヤピだと、PR1 ハイファイよりおとなしい、というバランス。加えて、PR1 ハイファイの方が純粋にドライバがでかいので、低音域側の音のダイナミックさという点でスザクより有利だ。空間表現も、PR1 ハイファイの方がより自然に広いが、変に味付けされていないものを好むなら、スザクの方が良さそう。PR1 バランスは、通常のイヤピをつけた状態のスザクと競合する。あちらの方がとにかく低音の量感は力強いので、もしあなたが低音域側を重視する人だとしたら、PR1 バランスを選択するといいだろう。ドライバーサイズを大きくすることでしか得られない音を求める悲しいモンスターは結構いっぱいいるのだ。
それから、PR1 シリーズは、KZ 伝統の形状を採用しているので、装着感に不安を持たずに購入できるのも有利。ただし、スザクは本当に引っかかりのない装着感を実現しているので、こちらもまず装着感を不満に感じる人はいないはずだ。ここら辺のライバルとの関係は、かなりバチバチだな。それから、同じ会社の原部との関係は、よりはっきりくっきりとした音が欲しいなら、原部、安定感が欲しいならスザクとなる、10mm 平面駆動ながら、サブベースやベースを強化したバランスの原部に対し、12mm 平面駆動ながら、より全体のまとまり重視のスザク、といった感じだな。久しぶりに低価格系の平面駆動機を一気に聞いたんだけど、構成が全く異なる平面駆動を見台出す TRN と、同じ平面駆動でデザインまで同じやつを3つかます KZ、という対比も楽しめてよかった。どっちが良いとは言えないが、どちらが好きかは処刑の頭の中に浮かぶんじゃないかな。というわけで、TRN スザクは、新登場の最低価格ながら、堅実にまとまった、よくできた平面駆動イヤホンだ。ただし、TRN キップスのせいで、初手はだいぶやりたい放題やってるように感じる。装着感は良好。質感も良好で、付属ケーブルも最初から良いものが付属する。ただし、交換用プラグは付属しないので、バランス派は追加購入が必要だぞ。コストダウンの結果だと思う。TRN キリンのように極端でなく、原部のようにわかりやすく強調されていない。そして、KZ 系より若干ウォームで、コンパクトにまとまった音、という印象だった。平面駆動イヤホンはどれもこれも個性があるけど、あなたはどれを選ぶかな？と、こんなところで今回はここまで、平面駆動、本当に多くてどれを買うべきか、悩むジャンルだな。